ニュージャパンワールドナウよいしょ。さて皆さん、今日はね、ぜひしっかりと最後まで見てもらいたいです。この後6月14から23まで後楽園ホール大会5大会ありますね。でこの前のニュージャパンワールドナウで私説明しましたけれども、この5大会全てで第1試合第2試合にヤングライオンのシングルマッチ VS トップレスラーっていうのが組まれてるわけですね。そんな楽しみなこの5大会に向けて我々辻選手、上村選手にインタビューをしております。ということで今日はですね、辻選手がどんな思いでこの5大会を迎えていくのか、そして対戦相手、特にね、初日は棚橋選手と戦うわけですから、どんな今思いを抱えているのかというのをお聞きいただければと思います。それではどうぞ。正直に嬉しいですね。やっぱり僕、この前4戦やって、でその後、出てる上ではシングルが組まれてなかったんで、コメントで、こういうのは7番勝負だから、あと3戦やらせてくれっていうふうに会社に訴えたんですよ。そしたら3戦どころか、はい、もっと多く組んでくれたんでラッキーじゃないですけど、はい、とっても嬉しいですね。今年の目標もヤングライオンを卒業するっていうことなんで、普通だと海外に行って経験積んでから帰ってくるっていうのが、いつものパターンだと思うんですけど、この情勢なんで、そういうのもできないっていうのも自分の中で分かってるんで、このシングルマッチを得て、ヤングライオンから一歩足を踏み出していければいいなと思ってますね。田中さんは僕がプロレスラーになるきっかけをくれた人なので、とても感慨深いですね。僕もともとプロレスが好きで、よく見てて、大学が自由が丘駅を使ってたんですよね、通うときに。それでたまたま田中さんにお会いして、写真撮ってくださいって言って撮ってもらって、その時に僕アメフトやってたんで、ちょっとガタイが良くて、ガタイいいね、プロレスやらんのっていうふうに言ってもらって、それがきっかけでこの世界に入りました。ずっと戦いたいと思ってたんですけど、今は付き人もやらせていただいてるので、なんていうんですかね。少し複雑な気持ちはあります。ずっと目標にしてきた人物なんで、師匠ですね。棚橋さんが、昔、声をかけてくれた大学生だった青年がここまで成長したっていうのを見せていきたいですね。ある意味、恩返し的な意味を込めて戦いたいと思ってます。太一さんは、愛を捨てた聖帝と言われてるわけですけれども、僕は愛のある師匠にここまで育ててもらった人なので、愛を胸に戦っていきたいと思ってますね。それに、この前の3月ニュージャパンカップの時に、タッグマッチなんですけど戦って、デンジャラスバックドロップで一撃で KO を食らってしまったんで、その時の会を返したいと思ってます。いや、緊張しますよね。岡田さんって、戦う前からの、普段からオーラがすごいんで、そこでも緊張しますし、僕の今の年の時に岡田さんはもうチャンピオンになってたわけじゃないですか。帰ってきてチャンピオンになって G1 も取って。でそうやって比べると、やっぱり昔の岡田さんにジェラシーを感じますね。スターダムを駆け上っていった岡田さんに対して、ヤングライオンのまま、ジレンマを抱えながら戦っている自分と比べてしまいますよね。それに今のヤングライオンはレベルが違うんだぞということを僕は見せつけたいですね。そうですね。僕は、こんなこと言うのもあれなんですけど、レスリングのバックボーンがないんで、もちろん新日本の道場で、基本はやってるんですけど、やっぱりどうしてもグラウンドが得意じゃないですか。ザック・セイバージュニア選手。そうなると僕にとっては一番戦いにくい相手なのかなっていうふうに思っていて、なるべくグラウンドに持ち込まれないような戦い方をしたいと思ってますね。体格では僕の方が勝ってると思うんで、そこで勝負していきたいと思います。そうですね。もし、そういうことが起これば、上村さんもザックさん、太一さんとやるじゃないですか。
なんで、上村さんと僕で挑戦させていただければと思います。そうですね。グレート・オーカーンも因縁深い選手というか、まあ彼はどう思ってるかわからないですけど、僕にとってはとても因縁深い選手で、まあ、さっきも話したんですけど、僕レスリングやってなかったんで、道場に入った時やっぱりそこで少しつまずいたんですよね。仮にオーカーンが岡さんだった場合の話なんですけど、岡さんは僕が練習生の頃、レスリングとかグラウンドの練習でいつも教えてくれてたんですよね。で、デビュー戦の相手も務めてくれた相手ですし、同じ師匠、棚橋さんに付き人なので、僕にとっては彼と戦うことは宿命だと思ってます。やっぱり棚橋さんですね。僕がプロレスラーになったきっかけの人物でもあるので、そこでいい結果を残せれば、後にも勢いづけると思うんで、やっぱ初戦の棚橋さん、本気でぶつかっていきたいと思ってます。それに、僕は3年間、棚橋さんの付き人をしてるんで、棚橋さんの試合を誰よりも近くで見ているので、得意も不得意も全部知っているつもりなので、